で、生姜の香り生かしたいので、生姜は一番の最後に入れます。支点作って、こう、扇形に。こうやってました、今まで。はい。よく回してくださいね。皆さん、こんにちは。こんにちは。本日は大阪北摂にお店を構える日本料理豊中桜井の三田シェフにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。で、本日ですが、豚の生姜焼きでございます。はい。はい。まず食材ですね。はい。まあ豚肉当たり前ですけど、はい、これは生姜焼き用にカットしたロース肉です。はい。はい。と新生姜。まあ普通の生姜でもいいですし。新生姜の方がまあ香りもいいし辛みも柔らかいというので。で、玉ねぎと、これ、カソナードっていう砂糖ですね。ちょっとコクがあるんでね、ここで売ってるらしいんですけど、生姜焼きの時には非常によく合います。で、お酒と、濃口醤油。はい。ね。今日はすき焼きみたいな感じで、タレの中でこう焼くという感じです。焦げ目はつけずにタレの中で焼いて、で、それをこう、そのタレをソース代わりに使うという感じですね。で、はい。で、生姜の香り生かしたいので、生姜は一番最後に入れます。はい。一番最後に入れて、生姜の香りとか、味の残った状態でそれをこうかけるっていう感じにします。はい。生姜の場合は、体を温める効果を出すのは、一度温度を上げないとダメですね。火を通さないと、その効果が出ないんです。ああ、そうなんですね。このままだと。このままの場合だと、逆に体をね、冷やす効果があるんです。ああ。面白いんですけどね。だから、みじん切りにするんですけど、みじん切りですね。細かめにしたいですね。こう、端から千切りで刻みます。これちょっと細かめの方がいいですかね。はい。薄くスライス。ここに倒して、端からまたこう、頭をつけて落としていくんですね。はい。そうすると動きにくいんで。ね、なんとなくまっすぐになりましたね。今度これを90度横に傾けます。はい。ね、で、端からまた同じように切ります。慌てなくていいですからね。はい。ここ押さえるんですよ。こう押さえるんです。はい、で、こう、横に動かして。こういう感じ。そうです。でこれをね、扇形に支点作って、こう、扇形に。こうやってました、今まで。はい。こう。扇形にね。扇形。はい。はい、こんな感じで。はい。ね。多少、大きい小さいがある方が、生姜の、こう、味が逃げにくかったりとか。はい。食感が出たりとか、そういうのありますから。はい。はい。で、ここが中心です。はい。中心に向かって、こう切っていけば、全部が同じ。こう、まずは、こう入れるでしょ。はい。こうじゃないですか。はい。で、こうきますよね。で、こうなんでしょ。で、ここでしんどくなってくるんですよ。手が。そうですね。で、こうしてるんです。あで、こうして。本当にこの線に向かって入れて、はい。で、まあ、くし形に切ると、全部が同じ大きさになります。で、こう、包丁を動かさないと切れないんで。押していく。押して、はい。はい。あ、そうです。はい。はい。一番良くないのは、こうやって切るのが一番良くないです。うん。で、自分ではこうしないつもりで、こうやって切ってますけど、もっとこういう風に切ると、切れますから。はい。はい。油ちょっとでいいですからね。はい。はい、引きます。で、この玉ねぎ入れますからね。玉ねぎですから。もうこんな強火でいいですからね。で、このままこう、下の方、まな板ぐらい、フライパンを動かして、はい、玉ねぎをばらけさせて、めちゃめちゃ炒めて、もう美味しいんですけど、まあちょっと食感残るぐらいでいいですね。はい。で、しんなりしてきたらもう出来上がりです。まだちょっと早く。分けます。はい。もういい感じです。はい。もうちょっとだね。ちょっと。はい。もうちょっと。
焦げた香りとかも味わってそれも活用していく。はい。ちょうどいいぐらいですね。もういいんじゃないですかね。はい。これをこの中に入れてください。ここにお酒。はい。で、砂糖。全部。はい。はい。全部。で、醤油も。醤油。で、しばらくこう沸かします。はい、で、だんだんとろみついてきますから。はい。で、だんだんとろみついてきますから。もうこの辺で入れましょう。はい。お肉を入れて。ちょっと揺すりながら。はい。まあ、そんなに、こまめに繰り返す必要はない。はい。液体ってね、こう詰まると濃度が上がるんで、そこから急激に煮詰まります。最初はゆっくりなんですよね。はいはい。で、ここで裏返します。豚肉にしっかり火が入るぐらいまで火を入れて、もう一度ですね。はい、火はしっかりめで。火は、はい、中火よりちょっと強いぐらいですかね。はい。タレがちょっととろみがついてきて、肉が馴染んだら、ここでお肉取り出します。はい。ここに肉を入れてください。はい。で、ここで生姜焼きですから、生姜をいきます。はい。はい。で、よく回してくださいね。で、火を止めます。もういいですね。はい。すっごいいい香りしてますよね。そうですね、マスクの上からでも。はい。この、生姜のいい香りがたっぷりとしてきたら、いいです。はい。はい。さあ、盛り付けに入ります。はい。適当に切ってください。はい。で、お肉をカットします。これはまあ食べやすい大きさでいいですよ。そんなに決まりはないです。食べやすいぐらいです。こう置いて、グッて。そしたら触らずに。全然触らない。で、これをこう、持ってきます。規則正しく並べてもいいですし、規則正しくなくてもいいです。全体的に置いてから玉ねぎをたっぷりと乗せましょう。言えないぐらい。もりもりに。もりもりってください。はい。元気出ますからね。そうですね。味と効能がたっぷり詰まってますからね。上からたっぷり玉ねぎにも全部、はい、味が染みるようにかけてください。豪快ですね。相変わらず。豪快の。はい、いいと思います。はい。では、これで、豚の生姜焼き、完成です。では、豚の生姜焼きをいただきます。はい。美味しい。めっちゃくちゃ美味しいです。生姜の風味が結構残ってるでしょ。そうですね。最後に入れる方が生姜が効くんで。やっぱり、はい。生姜もしっかり効いてますし、お肉もすごく甘いというか。そうですね。甘みが出て。ソース、はい。で、うまく絡み合ってますので。タレの詰め具合によってこう味が変わるんで。はい。だから、ご飯いっぱい食べたいときは、もうちょっとタレを煮詰めてかけたりすると味がしっかりしてるんで、そういうのね、各家庭でアレンジしていただいたらいいと思います。はい。三瀬シェフ、本日はどうもありがとうございました。皆さんもぜひご家庭でお試しください。
Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!